まあさすがに82の3対5はちょっとやべえなと思ったんですけど、はいはいはい。もうそこ超えてからは、もう勝てるなって。あ、なるほど。思はい。ということで続いて、G2 戦。一旦 NIP 戦終わって、プレーオフベスト8確定して、プレーオフ1戦目 G2 ってことでしたけど、黒さんいかがでした？もうこの試合に関しては、少人数戦を落としすぎたのが敗因かなって感じで。あったねー。あったねー。なんかちゃんと五分五分でも取れてれば、また違ったのかなっていう感じで、一番内容的に悔しかった。取れたねっていうところをちょっと取れなかったりっていうところがちょこちょこあったかなっていう感じなんですかね。そうですね。これだけ連戦でこれだけ負けられない戦いで GG してる中で、なんか疲れが来てたとかそういうことってあったりするんですか？疲れは正直めちゃめちゃありましたね。ですよね。スケジュール的にもうほんとしょうがないんですけど、大会終わった後のインタビューとかもろもろ受けて、ホテルに帰ってくるのが1時半とか2時前とかで夜中の。で、そっからご飯食べたりとか動画見返したりとかして寝る時間も遅くなって、昼起きてみたいな。で、すぐ大会みたいな感じなんで、まあ、ぶっちゃけ疲れはあったんですけど、とにかく少人数戦がきつすぎてって感じでしたね。ありがとうございます。シュガーゼロさんいかがですか？G2戦練習では多分いつも通りやればできてたんですけど、ちょっとしたミスがラウンドの負けにつながってたのがすごい多くて、めちゃくちゃ悔しかったですね。これお二人に聞きたいんですけど、どうなんですかね。いろんな要素はもちろんあるのは分かってるんですけど、その中でもその少人数戦で、なんかうまくいかなかったっていうのはコミュニケーションがちょっといつもより足りてなかったのか、思ったより焦っちゃって先走るプレーにがなっちゃって崩れていったりとかしたのか。コミュニケーション不足かなって思いますね。ニップ戦でも、そういうちっちゃいミスがあって、そこを直そうで反省出てて、それをなんか変に意識しすぎていつも通りのプレーをしてない感はすごいありましたね。逆になんかミスを意識しすぎちゃってで余計悪くなったみたいな。でも今回どうなんですか？その EMEA トップで G2 が上がってきて、その G2 にここまで戦え、意外と感触、自分たちのミスじゃなかったら意外となんか悪くないね、こんなもんか G2 みたいな気持ちってどっかにあったりしたんですか、お二人？いや、ぶっちゃけでも勝てると思って挑んだんで、そういう感情というよりは悔しい勝てたなっていう、こっちの方が強かったですね。今の見てる側の意見かもな。そりゃそうですね。さあ、そして続いてリキッド戦いきましょうか。もうね、これはね、見てる我々、あとファンの皆さんもそうですけど、世界大会でゼータリキッド見れんのみたいな。もうそのカードからおいと、ちょっと喜びから始まったリキッド戦なんですけど、シュガーゼロさんいかがですか？いや、僕もリキッドめっちゃ好きで、リキッドの Vlog とかボイスコメントとかもめっちゃ見るぐらい好きなんで、すごい戦えて嬉しかったですね。どうでした？実際戦って。なんかその日前日休みで、疲れとかもちょっと取れて、すごい頭冴えてるし、これ絶対勝てるわとみんな話してて、自分たちのペースで常にできたかなと思います。チームリキッドでも特に誰が好きとかってあるんですか？僕はヤンピーが好きですね。どうでした？生ヤンピー。生ヤンピーだと背でけえなと思いましたけど。身長でかいの？意外とヤンピーってちっちゃいのじゃないの？いや、めちゃめちゃでかい。めちゃくちゃでかいです。190ぐらいあるんじゃない？ワンチャン190ぐらいあると思う。マジで？いや、本当ですよ。ヤンピーそんなでかいんだ。クローさんでしょ？いかがでした？リキッド戦。いや、めちゃめちゃ戦うの楽しみでしたね。もうスクリームがいるんで。いや、そうっすよね。どうでした？実際スクリーム。去年ベルリン行った時にスクリームとかしてたんで、スクリームの強さもうマジでなんかとにかくゲームやばくて打ち合い強くて、ちょっとラズっぽさがあるんですよね、打ち合いのところで。なので結構昔は苦手意識あったんですけど、フナティックニップに勝てて自信がちょっとついて、そういう気持ちがなくなって純粋に嬉しいですね、スクリームに勝てたの。いや、そうっすよね。どうですか？コーチからはなんかリキッド戦に臨むにあたってこういう風な対策取った方がいいとか、なんかいろいろその辺ってお話あったんですか？あったと思うんですけど、覚えてない俺も覚えてない。なんかこの大会通してなんですけど、脳みそが最終的に何も覚えてない状態になっちゃって、
終わった後。だからこの試合はどういう対策したっけみたいな。なんか、常に毎日更新されてくんですよ、対策が。まあそうだよね。次の日の敵違うもんね、またね。そうなんですよ。しかも、前の試合の対策を引きずっちゃうとダメなんですよね。もう一回リセットしないと、相手戦い方違うんで。確かに。デップ選手だったっけな、なんか大会終わった後になんかスクリーム選手かなんかにアジアのスクリームとか中国とかのチームどうなのとかってめちゃくちゃ喋られたって言われてましたけど、なんかお二人もこのリギットのこの選手ちょっとコミュニケーション取ったとかあったんですか？スクリームと結構会うことが多くて、俺とデップ、まあ多分その時も一緒にいたんですけど、大会前だったかな、大会前に、前日かな、大会の前日でその話をしたの？前日の夜にこう会って、中国のチームの事情をちょっと気にしてましたね。言ってたんですけど、どういう感じなのみたいな。あと、なんでファントム使ってるのって聞いたら、俺はファントム使ってないよって言ってました。バンダルファントム使ってないよって言ってました。続いて DRX 戦、これもう悪夢再びでしたけど、シュガーズルさんいかがでしたか？いや、ここで DRX 当たるかよが本音で、でも対策すれば次は勝てるだろうなって初戦で思ったので、対策めちゃくちゃしましたね、自分たち。例えばというか、分かりやすいところで言うとどういった対策ですかね？相手の攻めのペースが結構分かりやすいので、次のそばリーコン上がるタイミングで攻めてくるよねとか、次の KO ナイフで攻めてくるよねで、そのタイミングでのエリアコントロールだったり挟んだので、なるほど。すごい対策は効いたんじゃないかなと思います。あと相棒だったら設置されると結構相手のペースに行かれちゃうから、設置そもそもさせなければいいよねで、自分たちの対策がすごい刺さったんじゃないかなって思います。確かになんか DRX はなんかこう分かりやすいっていうのはあるかもしれないですね。その分セットが綺麗で止めれないっていうのもありますけど。そうですね。でアイスボックスに関してはそもそも設置させないっていうこの2人の伝統芸、スネークバイトとショックボルト。いや、あれは気持ちよかったですね。いや、もうめっちゃ気持ちいいよね、2人とも。リテイクになりそうですね。壁からの2回設置、サイドへの2回設置、読めているショット。来た、これだ。設置が通せれば DRX としては悪くないでしょうね。さあ設置ポジションを変えました。分かっているクロー。いやー、どうなってるんだ。完璧すぎる。分かっている、すべてシュガーゼロとの合わせ技。もうなんか心がつながってる感じあるんじゃないの、あれ2人で。あうんの呼吸ですよ、あれ。なんか掛け声あるんですか、2人で。上下、それだけです上下サバ。そうっす。投げた軌道を見て好きそうな時に投げるだけですね。黒瀬ちゃんとその03が先に一応上とか言ってその一応軌道も見てから自分を後出しで出すって感じなんですか、的確に。そうですね。設置音はだいたい音で分かって、で一応声かけして、上か下かで入れるよみたいな感じで用意しといて、こうスネークバイト見えたら投げないと、早いと死なないんで。あれは多分ね、もちろん打ち合いでエース出すとかもそうなんですけど、多分バロラントってそれ以上にああいったこう多分連携取ってのアビリティで落とした瞬間ってめちゃくちゃ気持ちいいじゃないですか。気持ちいいっす、あれは。最高。この選手どうでした？ DRX 戦。DRX 戦は、そうですね、正直シュガーと同じで、いやここは当たるかって思ったんですけど、本当に初日の見直しもちゃんとしたんで、勝つ方法も分かってたし、相棒の構成的に DRX の構成は大会通してやればやるたびにこう手札がどんどんこう見せちゃうと分かりやすいので、読みがちというか、その相手のこの特に攻め、こっちが守りの時の相手の動きは分かって守れたかなっていう感じでしたね。びっくりしましたよね。やっぱ13の2で負けたマップを13の11で返すっていうね。スプリットもね、圧倒してましたし。スプリットそうですね。やばかったですね、あれは。転勤が。化け物だった。化け物。めちゃめちゃ救ってて。ね。あと、そうだ、アセントって2センチの理由ってどうだったんですか？なんかこれってなんかキルジョイチェンバーっていう構成のなんかそのゼータとしての強みと弱みってちょっと聞いてみたいなって皆さんが思う。シュガーゼルさんから。守りはめっちゃ強いですね、2センチなので。攻めがその代わりに全然攻めれないので、チェンバーのフィジカル頼りみたいなところありますね。
まだそこラズさんなので、はい、まあいいかなと、世界中のチェンバーなんで。なるほど、まあいいかなんだ。はい、クロースさんどう見ます？まあある意味フラッシュがないから守りは強いっつっても取り返しはちょっとねワンテンポ遅れてしまうところもあるじゃないですか。そうですね。ただまあ、それは数センチのガジェットをいっぱい大量置きでリアル時間を稼いでどんどん入っていくみたいな感じのコンセプトではあったんですけど、やっぱりでも背がきついですけど、ラズのチェンバーはなんかデュエリストみたいな感じなんで、レーナーみたいな感じの運用できたら、いけんじゃないかなみたいな感じではありましたね。なるほど。クロスさんどうだったんですか？その終わった後こう韓国の DRX の選手なんかこう誰かと話したよとかあったんですか？なんか待合所みたいなのがちょっと、一緒になるんですけど、ゼストとかスタックスとか、まあみんななんか声かけてくれて、勝てよみたいな日本語で言ったりしてくれましたね。今までね、日本チームは逆の立場というかね、もう悔し涙も大会通してね、前半から受けてましたけどね、今回はそういった選手を見ていて自分たちが勝ち上がっていくという。続いて、ペーパーレックス戦03、なんか思い返して。そうですね、ステージがまず変わったので、めちゃくちゃ緊張しましたね。全然違った、それ。ステージ違うだけでやっぱり。全然違いますね、もう。なんかグータッチしてもまず手が届かないんで1マップ目は焦りすぎて自分全然いつもと違って、相棒負けてからのここで負けたら絶対後悔するよってみんなで話して、DRX 戦は本当になんか一番負けたくなかったですね。理由としては、DRX を倒せたからこそなんかアジア1位が見えてきたので、DRX 倒せれば PRX も倒せるだろうで、ここで本当に負けたくないわ、ありましたね。ペーパーレックス倒しておけば自分たちがアジアナンバーワンですからね、一旦はね。そうですね。俺でも1マップ目アイスボックスまあね調子がっていう話もあって負けてましたけど、2マップ目もうちょい苦しい展開になるかなと思ったけど、13の2って何あれすごかったよな。ヘイブンはもう大会でヘイブンちょくちょくやってたので、全部負けてたんですけど、それで修正がいい感じでできたからかなと思います。クロー選手いかがでした？ペーパーレックスアジア同士の対決、しかも生き残ってる2チームでの対決で、ここで負けちゃうとなんかもうほんと中途半端だなと思っちゃって、緊張感はそんなに自分はあれだったんですけど、とにかく負けたくない気持ちが強くて、ちょっと前のめりになっちゃったりとかは相棒ではあって、スキル構えてる時に仕事多すぎてって感じだったんですけどでもヘイブンでなんか気持ちよく自分たちのやりたいように勝つことができて、そのまま流れ取れたのかなと思います。さあそして最後オプティック戦いかがでしたか？まずはクローさんから。いやもうオプティック戦はもう本当にこれは強いわっていう感じで、マジで拍手ですね、相手に。各選手みんなマーブドが強かったなって言ってましたけど、クロー選手の中でなんか印象的な選手っていたんですか？個人的にはヤイがめっちゃ好きなんで、めっちゃリスペクトしてるんですけど、あの試合はもう確かにマーブドがやばかったですね。こっちがめちゃめちゃ、対策はしたんですけど、その対策を試合中に修正してくる感じがすごい上手くて、これは身につけなきゃいけないところだなって思いましたね。シュガーゼロさんいかがでした？オプティック。いやもうマーブドが強いのと、IGL なのかね、FNS すごいマジでうまいなと思って、オーバータイム入った後にゼタが攻撃で C 行くんですけど、それでなんかジャッジ勝てでマジかよと思って、なんか後でインタビュー見たら、このパターンは C 来るから頼むからジャッジ勝ってくれみたいなこと言ってたっぽくて、それをなんか他の選手に言うのすごいなと思って。確かにね、インゲームだからできると思うんですけど、いやもうこれはマジ強すぎ、優勝するわと思いましたね。すごいっすね。どうでした？なんか終わった瞬間のなんか自分たちとかメンバーのなんか覚えてることってあります？このオプティックの戦いが終わった後ですね。連戦勝ってきて、今マジで優勝しちゃうんじゃないかなと思ってたんですけど、このオプティックっていう壁にぶち当たってやられて、3位って大会前から考えるととてつもないことだし、すごい順位だと思うんですけど、終わった瞬間はなんか終わっちゃったのかっていう感じで
しかもなんか惜しいとかじゃなくて、本当にうまいなって思っちゃったというか、新たな課題点が見えたのが唯一の救いというか、これは吸収したらもっと強くなれるなっていう感じが見えたので。シュガゼロさんどうですか？俺はなんか負けた後は、初戦の DRX で感じたなんかあっという間に終わっちゃったな感がすごくて、いやマジ悔しいっていうのはありましたね。すぐ終わっちゃったし、あとどうですか？トレンドにも入ったし、ヤフーニュースとかにもなったし、すごいことになってましたけど、まずは黒選手から家族とか、あとなんか周りのみんなの反応とか周囲の反応とかどう変わったとかありました？家族には帰ってきて、おめでとうって言われたんですけど、あと周りの、友達とかも、結構その大会中、勝つたびに LINE とかくれたりして、Twitter とかでもみんな応援してくれてて、本当にめっちゃ届いてたんで、嬉しいし、朝方の時間とかまで見てくれる人も多くて、パブリックビューイングもすごい人数来てくれて、ありがとうございましたって感じでしたね。いや、こちらこそありがとうございますって感じですよね、皆さんね。シュガーゼロ選手いかがですか？家族もそうだし、友達とかからもなんかいっぱい LINE とか来て、なんか今まで全然話さなかった人とかからもなんか来るようになっちゃって、めっちゃ人気なんだなって思いましたねこのゲームいや、とんでもない人気ですよ今ね。さあ、あとはね、ちょっと今後の世界大会の見え方とかもちょっとね変わってくる。今まではなんかね、チャレンジャー一勝でもってとこでしたけど、また黒選手どうですか？ちょっと変わってきますよね、見え方としては。そうですね、違ったプレッシャーがかかってくるんじゃないかなと思ってて、そういうプレッシャーを跳ねのけながら戦わなきゃいけないなと思ってるんで、しかも、今回はいろんなチームに対策されるなと思ってるんで、日本のチーム、世界のチームも含めて、前より厳しい道になるなと思うんですけど、より一層頑張りたいなと思ってます。あとシュガーゼロさん、初めての世界大会でしたけど、なんかご自身で成長できた部分ってありましたか？世界で戦えるぐらい強いなっていうのは自信になったので、それは良かったかなと思います。でも対策されると結構しんどいなっていうのは分かったので、今後はちょっと怖いですね。対策されまくると思うので、だからその一歩先に行かないといけないってことですね、またね。そうですね、逆に対策してやろうかなって感じですね。かっこいい。今の皆さん切り抜きするなとあとどうですか、ボースさんにシュガーヒーローって呼ばれてましたけど。めっちゃ嬉しいですね。なんか言ってくれて、なんかボスターに言ってもらえることがすごい嬉しいですね。去年からすごい好きな選手だったので、試合終わった後とかからもボスターが結構ホテルで会話してくれたりで、めちゃくちゃいいやつだなって感じですね。素敵。もう多分いろんなチーム、いろんな海外のキャスターもそうだし、タリックとかもそうだし、テンズとかもね、ほんとみんな応援してくれたからね。そうですね。さあ、ということで、もうね、話してたら多分何時間でも話しちゃうから、聞きたいところも最後ごめんなさい、本当ね、最後のオプティックラインとかもペーパーレックスも駆け足になっちゃったけど、最後にですね、ステージ2が始まっていきますが、目標と意気込みをお二人に聞いていきたいと思います。まずはシュガーゼロ選手から。はい、とりあえずステージ2は日本の予選優勝を目指して頑張ります。で、世界もし行けた場合は、3位以上はとりあえずの目標で、最終目標はもちろん優勝を目指して頑張ります。お願いします。ありがとうございます。黒選手いかがですか？そうですね、本当に同じになっちゃうんですけど、ダメだよ、同じなのは。いや、でも目標はね、やっぱり同じなんで、みんなそうですね、日本予選本当どうなるかわかんないですけど、なんかいろいろシャッフルも起きてたり、対策もされたりとかで、厳しい、前回より厳しい道になると思うんですけど、優勝を目指して、で、世界大会もそうですね、3位までいけたんで、そこから先を目指して頑張りたいなと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、ということで、黒選手、シュガーゼロ選手と、ステージ1マスターズ大会を振り返っていきました。ステージ2も引き続き、このね、ゼータビジョン、そしてお二人の応援もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。皆さん、さようなら。さようなら。さようなら。